片足を上げるだけ。60分歩くよりも確実に細くなります。皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日はバランス能力をアップしながら足がみるみる細くなっていくフラミンゴエクササイズをご紹介していきます。突然ですが、皆さんは運動をしたりウォーキングをしたりそういったことをすればするほど足が太くなってしまったという経験はありませんか？実は現代人の多くの方は運動不足です。そんな状態が何年も続いて足の歪みが大きくなっていますから、そのままウォーキングや運動を急に始めてしまうと、より運動によって足の歪みが大きくなったり、その歪みを止めるために筋肉が必要以上に太くなってしまうわけです。ですから今日の動画、しっかりと理論から理解をして最後のエクササイズまで行っていただければ、確実に歩くだけで足が細くなっていく習慣身につけることができますから、ぜひ最後までご覧ください。今日行っていくエクササイズフラミンゴですが、皆さんはどんな姿を思い浮かべますか？多くの方はこのように片方の足を持ち上げて微動だにせずに止まってる、そんな姿を思い浮かべるんじゃないでしょうか。彼らね、ほんとごぼうみたいな細い足で何時間もこのまま立ち続けてますよね。しかも片足で、普通とは思えないバランス能力です。でもこれって人間が足を細くするためのヒントがすごく詰まってるんです。どういうことかっていうと、運動をして足が太くなってしまう人というのは骨格が歪んでいます。この足の骨が歪んでいるとバランスが悪くなりますね。そしてバランスが悪くなると筋肉が必要以上に踏ん張ってしまいますから、常に足が筋トレ状態です。すると筋肉に負担がかかって外側の張り出しが強くなります。そしたらその筋肉に引っ張られてより骨が歪んでいく。そしてバランスが悪くなる、筋肉がまた張り出してしまうといった負の連鎖に陥ってしまうんです。ですから現代のトレーニング理論としては、ちゃんと勉強しているトレーナーさんっていうのはいきなり激しい運動はさせません。ちゃんと骨格の歪みを整えた状態でいろんな運動にチャレンジしてもらうというのが理想的な流れになっています。ですから皆さんもまずは足が細くなっていく骨格の状態を一緒にチェックしてみましょう。はい、このようにですね、人は骨盤に太ももの骨がぶっ刺さって股関節が出来上がっています。これは球関節といって 3D にいろんな方向に動く自由度が高い関節です。それがゆえに実は歪みも起きやすいんです。正しい骨格の状態としては、この足を曲げた時に折り曲がってくるこのシワの部分、この股関節とお皿、人差し指がまっすぐ正面を向いていれば理想的です。これね、両足で立ってるとあんまし分かりにくいんですけど、片足立ちにしてもらって、その状態で足を曲げた時、お皿と人差し指まっすぐ正面向きますか？これね、反対側もやってもらって、これで少しでも膝が内側に入ってしまう方、ぐらぐらっとぐらつきやすいなという方は非常にバランスが崩れている、そして足の骨が歪んでいるサインです。このまま普通に生活して歩いたりとか階段上り下りをすると、そのために膝が左右に揺れてしまって少しずつ関節を痛めていったり、もしくはバランスを取るために足の筋肉がより太くなってしまいます。ですから今日行っていくフラミンゴエクササイズは、人差し指とお皿、股関節、この向きを揃えた状態で片足立ち、いろんな動きをしていくというものになります。動画の最後で30秒間のフラミンゴエクササイズを初心者向け、中級者向け、上級者向けという風に3パターンに分けていますから、自分に合わせたものをですね、選びながらやってみてください。全部チャレンジしてもらっても構いません。ただすでに足が歪んでいる方は急にそれをやっても少し難しいので、ウォーミングアップ代わりのストレッチも前半に挟んでいますから、足の歪みが気になる方は前半のウォーミングアップから行っていきましょう。それではスタートです。チェックからいきましょう。まずは片方の足を持ち上げて、両手が胸の前です。このまま屈伸をした時に膝や足裏が左右にぐらつきが大きい方、これが歪みが大きい方です。左右差はありませんか？苦手な方を覚えておいてもらって、エクササイズ後安定感が出ているはずです。それでは行きましょう。まずは足を前後に開いてつま先を立てましょう。上下に動いて足の付け根、そして前に置いた足の裏側のあたりを伸ばしていきます。辛い時は膝ついても大丈夫です。しっかりと股関節を柔らかくしていきます。足の歪みは主に股関節と足裏の関節、この辺りから大きく歪みが出やすくなります。その一つの原因である付け根、しっかりと緩めていきましょう。特に一日中座りっぱなしで縮んでいる方はしっかりとストレッチ伸ばしてあげます。ウォーミングアップは動きながら筋肉の温度を温めていきます。目いっぱい呼吸して、はい、じゃあこのままお尻を後ろに引きましょう。はい、この骨盤、腰を反らした状態で引いていくと伸びが強まります。はい、目いっぱい息を吐いて吸って吐いて吸って、はい、これで伸びるのはももの裏側、そしてふくらはぎの裏側です。
人差し指とお皿がちゃんとまっすぐ向いてますね。この向きを揃えることが大切です。足の歪みを整えながらストレッチ。見てもらうと意外とね、つま先が内側、外側向いたり、お皿が歪んでること多いです。極力まっすぐですね、足の歪みを整えながら動かしていきましょう。ピーンと足裏が伸びる感じ。はいです。今度は反対側。はい、足を前後に置いて軽く上下に動かしましょう。股関節のストレッチ。しっかり付け根やお尻の周り伸びている感じがありますか？辛い時はね、膝ついて休憩しても大丈夫です。無理はしないで深呼吸を忘れずにゆっくり吸って長く吐いて、はーっと吐く。吸う息よりも最初は吐く息をしっかり深めていくと勝手に吸う息も深まりますよ。痛気持ちよく伸びるところまで動かしていきましょう。この後が足すごく楽に変わっていきます。はい、 OK。 このまま大きく後ろに、はい、足の裏側全体を伸ばしていきます。ぎゅっと引いて気持ち腰を反りながら後ろへ。はい、余裕がある人はしっかり動いていきます。目いっぱい吐いて吸って吐いて吸って、ふくらはぎやももの裏側のストレッチ。そして前に置いた足、人差し指とお皿、股関節をまっすぐ一直線に。どうですか？意識できる方は親指と小指が同時に地面から浮くような感じです。足裏の歪みが大きい方は先に親指が離れたり、いろんな癖が出てきます。はいです。ではこのまま膝をついて、はい、この辺り付け根に手を置いてしっかり引いてアップいきましょう。この股関節のエクササイズです。しっかりとここから動かすイメージをしましょう。引いてアップ、ヒップヒンジと言います。よいしょ。深くお尻を引いて戻す、引いて戻す。特に今日やっていくフラミンゴエクササイズはこの動きが一番大切です。ここが動けばヒップに力が入りますから、ヒップが上がる、さらに負担が減りますから太ももは細くなる、いいことずくめですね。その調子でもう一息いきましょう。だいぶ動いてきてますね。はい、 OK。 ではこのまま一つおまけです。ちょっとおまけが一番きついかもしれませんけどね、手からかかとまで一直線にしてもらって、はい、このままアップ。はい、今度股関節の外側です。で、お皿つま先を少し外側に向けるとお尻がめちゃめちゃきついです。これをするとフラミンゴがめっちゃ安定します。ただし激痛になりそうな、感じがしますよね。筋肉痛は多分来ると思います。せーの、よいしょ。きつい時は足下げて休憩でいいですよ。はい、もうウォーミングアップの方がしんどいかもしれません。でもそれだけヒップ、足のラインは綺麗に変わります。よいしょ。もう一息。ラスト。 OK。 反対側行きましょう。これやったらフラミンゴに入ります。はい、足は地面と垂直です。で、足がまっすぐ。お尻の横効いてますか？で、上げる足は体とまっすぐなんですが、余裕がある人は少し後ろに引いて上げたりするとお尻に効き方変わってきますね。辛い角度を探します。ちなみに軸足のお尻もめちゃめちゃしんどいです。よいしょ。きついなと思ったら足置いたまま呼吸だけでも OK です。はい、最後10秒いきましょう。特に内股気味の女性、大脚の女性はここめっちゃ弱ってますからね。よいしょ。OK。 ではここからフラミンゴいきましょう。メインエクササイズフラミンゴは何か支えになる壁があると理想的です。今は分かりやすいようにこのような箱を置いてますが、これはなくても大丈夫。お皿が内側に行くとぶつかるようになってますから、そういったイメージをするための箱です。皆さんも何もなくて構いませんから、膝の内側のあたりに机の角とかがあると思って
足がぐらつかないように固定しながら行っていきましょう。それでは3ステップでいきます。はい、まずは足を持ち上げて、このままキープバランス。では、壁とか持ってもらっても大丈夫です。はい、この足ですね。もし動かしても大丈夫やったら動かしてみましょう。はい、動かしても軸足の人差し指とお皿、股関節、このまっすぐが変わらないように。はい、苦手な方はこうやって膝が動くと、見えましたね。ぶつかって倒れます。これが NG です。必ずまっすぐのまま、ぐらつかないように、ほっ、軸足の調整をしてますよ。はい、今度は反対側いきます。逆も同じようにいきましょう。はい、軸足の人差し指とお皿、股関節をまっすぐのまま。まずはキープバランス。これだけでも OK。いけそうやったら、股関節を内外、内外動かして、まずこの段階で手を離してもバランスが取れる方は結構うまく使えてますよ。自分の軸足使って、あと呼吸止めないように、呼吸止まりそうとか足に異常に力が入っちゃうっていう時は支えを使ってもらって大丈夫です。支えに少し頼りながらいきましょう。 OK。 さあ今度はレベル2いきます。この状態で股関節から体を折り曲げていきます。いきますよ。ほっ、せーの、よいしょ。この足の付け根、軸足です。軸足はちょっぴり曲がってて大丈夫。曲がってていいから人差し指とお皿ずーっと正面向けたままです。せーの、よいしょ。息を吐いて吸って吐いて吸って。難しい時は軸足、と同じようにちょっと置いてもいいです。浮かした足を少し地面に置いてバランス取りながらでも大丈夫。 OK。 反対側です。さあこちらもバランスを取りながら、難しかったら足置いてもいいですからね。はい、フラミンゴのままお辞儀をしましょう。お皿はずっとまっすぐ前。ほっ、いけますか？慣れてきたら支えにしているところをちょっとずつ力離していって、最終的には手を離してフリーです。最初のウォーミングアップがね、めちゃくちゃしんどかったと思うんで、慣れてきた方は今やってるフラミンゴ30秒だけどれか選んで1日の隙間時間にやってみてください。お尻も効いてたらバッチリです。はい、です。もうすでにかなりしんどいと思いますが、最後3ステップ目、一番強度が高いです。曲げながらねじっていきます。ほっ、せーの、よいしょ。足の人差し指、お皿はずっとまっすぐ。これがぐらつかないように。ほっ、自分のつま先もしくは膝を触りに行く。おへその向きがしっかり横向くぐらい。せーの、ほっ、ねじる、よいしょ。はあ、呼吸して。軸足のお尻がしんどくなってきました。辛い時は軸足の両方と一緒で足置いても大丈夫です。ほっと、ほっ、同じようにですね。きつかったら足置いていいですからね。いけそうやったら持ち上げて、ほっ。どうですか？これがウォーキングの時にこの左右の揺れが大きい方は足、膝を痛めたりとか太ももとかすねが外側に張り出してしまいます。この足の歪みができるだけ出ないように、たった30秒ですけど、もう頑張って歪んだまま1時間歩くよりはたった30秒、時間がある時にコツコツ積み重ねた方が歪みが整い、足がきれいに変わります。はい、 OK。 はい、どうでしょうか？最初よりもだいぶと安定してバランスを取れるようになってるんじゃないですか？さらに足を美しく、そして健康になりたいという方は、概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校 YouFit、1週間無料体験をぜひしてみてください。必ず今よりも足のラインが綺麗に変わっていきますよ。ぜひ今日の動画もいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。